俺の名前は山川拓也。母を病気で亡くしてから父と二人きりで生活してきた。俺を育てながら仕事をするのは大変だったろうに、いつも笑顔を絶やさなかった父。しかしある日、仕事中に大怪我を負ってしまった。幸い一命は取り留めたけれど、後遺症で足が思うように動かなくなってしまい、仕事を辞めざるを得なくなる。我が家は一気に困窮。俺は中学に通いながら新聞配達をしたり、近所の畑仕事を手伝って農作物をもらったりして家計を支えていた。学校に行きながら働くのはとても大変で辛かったけれど、もっと辛かったのは父の顔から笑顔が消えたこと。何があっても穏やかな笑みで俺を包み込んでくれていた父なのに、すまない拓也、こんな父親で、そう言い悲しそうに顔を伏せるのだ。父にこんな顔をさせないくらい早くたくさん稼ぎたい。そう思った俺は高校へ進学せず、中卒で働きに出ることを決めた。新聞配達の仕事はそのまま続けることにした。朝早いのでその後時間ができて別の仕事ができるからだ。バイトを掛け持ちしてたくさん稼いで父に楽をさせてやろう。そう思い中学卒業まで毎日必死で過ごしていたのだが、そんな俺をバカにしてくるやつがいた。同級生のイモリはとてもお金持ちの家の息子だ。父親は代々続く個人病院を経営している。イモリは父親の後を継ぐために家庭教師を雇っているようで、そのおかげでとても頭がいい。しかし性格は最悪だ。俺の家が食べるのにも困る貧乏な状態だと知ると、イモリは学校の校庭の隅に生えていた草を摘んで、こう言ったのだ。腹減ってるだろ？これ食えよ、山川。ニヤニヤと底意地の悪い笑みを浮かべながら雑草を俺に差し出した。それ以外にも給食だけがまともな食事の俺に向かって、いやしい貧乏人は食い意地が張ってるな。おい、これも食うか？床に這いつくばって食べるなら分けてやるよ。食べかけのパンを俺の目の前にぶら下げながら罵倒してきたのだ。俺はイモリのことが大嫌いだった。だけどイモリは俺にやたらと絡んできて、ことあるごとに俺のことをバカにする。周りもそれに便乗したせいで、学生時代はあまりいい思い出がない。一瞬、学校に行かず仕事に専念しようかと考えたが、この先社会に出る上で、最低限中卒程度の学歴は必要になってくるだろう。それに、ここで学校に通うのをやめたら、イモリから逃げ出すような気がして、それだけは絶対に嫌だと思った。中学卒業後、イモリは県内でもトップレベルの偏差値の私立高校へ進学するそうだ。聞いてもいないのに、俺に向かって延々と自慢してきた。俺は卒業したら就職で、この先とても大変な生活が待っているだろう。だけどイモリと別れられるのがすごく嬉しくて、卒業の日が待ち遠しかった。そして中学を卒業してから30年近くの月日が経過。俺はなんとか正社員の口を見つけて、とある会社で働いていた。この会社は大企業というわけではないが、地元企業として根強く経営を続けている会社だ。不況の煽りは受けつつも安定した業績を出している。そんな会社で俺は清掃員姿で働いていた。いつも通り社内をピカピカに磨き上げて満足の笑みをこぼす。よし、今週も我ながら完璧な仕事だ。俺は男ながらに掃除がうまいとよく女性社員に褒められていた。中学卒業後、いろいろなアルバイトを経験していく中で、掃除の経験も積んできたのだ。おかげで我が家はいつもピカピカだ。ちなみに父親は現在隠居生活を楽しんでいる最中。俺が正社員になり、安定した収入を得ることができたので、今まで大変な思いをしてきた父には、これからずっと楽しい生活を送ってもらいたいと思っている。そんなある日のこと、うちの企画部に新しく課長になる人物がやってくると耳にした。
大企業からの転職組なのだが、元課長が病気で療養中なので、急遽課長に抜擢されることとなったのだ。どんな人だろうと気になり、清掃員姿のままこっそりと企画部を覗こうとすると、おい、邪魔だ。あ、すみません。え？後ろから声をかけられ、慌てて退く。そして声の主を見やると、とても懐かしい顔がそこにいた。イモリか？お前、山川か？30年近く経つが、忘れたくても忘れられない顔だ。パリッとしたスーツに身を包んだイモリが、俺をじろじろと見ていた。なんでイモリがここに？企画部の課長として転職してきたんだよ。噂の新課長はイモリのことだったのか。思わぬ再会に、俺は狼狽しっぱなしだ。イモリも驚いた様子だったが、清掃員姿の俺を見て、懐かしい笑みを浮かべる。俺を心底バカにしている、あの笑みだ。お前は清掃員か。まあ、中卒の低学歴には、お似合いの仕事だな。あ、これは。イモリがニヤニヤと笑いながら、俺の姿を無遠慮に、じろじろと見る。俺、ここに来る前は大企業の営業部にいたんだよ。だけどかなりの激務でさ、給料はいいけれど、家庭はないがしろになっちまったんだ。ああ、そうなんだ。金はあるけど、家はほったらかしで、心底反省したね。で、今度は規模の小さい会社に転職して、時間に余裕を持たせて、家庭を大切にしようと思ったんだ。ふーっとどこか遠いところを見ながら、ため息をつくイモリ。まあ、今まで散々働いて金は稼いだから、こんな小さい会社でも、この先余裕で暮らしていけるんだけどな。はあ。それに比べてお前は、中卒の人生って大変そうだな。こらえきれないといった様子で笑いをこぼすイモリ。大変そうと口では言いつつ、その顔は俺のことを明らかに見下していた。なあ、清掃員の仕事ってどんな感じなんだ？どうって大変だけどやりがいがある仕事だよ。出たよ、やりがい。やりがいがあっても金にならねえだろ。貧乏人が現実から目をそらすために言いそうな言葉だよな。そしてはっと鼻で笑うと、塵一つ残すなよ、掃除野郎。これから先は俺がお前をこき使ってやるから覚悟しておけ。かなり偉そうな態度でそう言い放った。その言葉を聞いて俺は、イモリ、なんかさっきから勘違いしてる？あっけらかんとこう返した。は？勘違い？ああ、そっか。俺、イモリの面接には立ち会ってなかったし、今はこんな格好だから勘違いするのは仕方ないよな。何ごちゃごちゃ言ってんだ？怪げな顔をするイモリに、俺はとある真実を教えてやることにした。清掃の仕事は今日までだから、来週からはこれ、お前の仕事な。え？そして俺は清掃員用の作業服を脱ぐ。その下からイモリが着ているものより数ランク上のスーツが出てきた。実はこの会社、掃除は持ち回り制なんだ。社員の役職に関係なく全員が清掃業務を行う。社長である俺がそう決めたんだ。は？今週いっぱいまでは俺が担当だったんだけど、来週からは新しく入ってきたお前が担当になるから、俺は来週から社長業に戻るよ。イモリは俺のスーツと俺の顔を交互に見ながら、パクパクと口を動かしている。社長？お前が？そうだよ。ようこそ我が社へ。歓迎するよ、イモリ課長。中学卒業後、俺は数々のバイトを経験してきた。だけど生活は一向に楽にならず、このままではダメだと思い詰めるようになる。そんな俺を心配してくれたとあるバイト先のおばさんが、自分の知り合いが勤めている会社を紹介してくれたのだ。営業部に一つ空きが出たんだって。
学歴不問だし、応募してみたら？俺はすぐさまその会社に応募して、なんとか正社員として採用してもらえることとなった。バイト先のおばさんには感謝してもしたりない。しかし、中卒でも採用してくれたとはいえ、周りは高卒でも少数派。大卒ばかりに囲まれた環境の中で、中卒の俺は異質の存在だった。中卒のくせにと見下され、敬遠されることもあった。時には仕事の足を引っ張ってくるひどい人もいた。だけど俺はこのチャンスを手放すわけにはいかない。何が何でもこの会社で働き続けて、父に楽な生活をさせてやりたいのだ。そして俺はがむしゃらに努力を重ねる。周りが何を言おうが平気なふりをして、ただひたすらずっと努力し続けたのだ。そして入社してから5年の月日が経ち、俺は平社員から一つ上の主任に昇進。最初は俺が昇進することに周りから反発の声が上がる。主任になった俺に逆らう平社員も少なくなかった。だけど俺はそれにも負けずひたすらに努力。役職好きになっても俺は平社員以上に仕事をして会社に貢献してきた。そんな俺の姿を見て社員たちは、あいつ中卒なのに根性あるよな。あそこまで頑張れるって相当な覚悟がないと無理だぞ。だんだんと俺を見直してくれる人が現れたのだ。はあ、中卒で頭悪いから頑張るしかできねえんだよ。いずれボロが出るさ。こういう厳しい意見を言う人もいたけれど、俺は周りからの反発を跳ね返し、前だけを見つめて進み続けていく。そして月日の経過とともに昇進していき、役職が上がっていくにつれて、俺への反発の声は少なくなっていった。そして俺は昇進し続け、いつの間にか会社のトップになっていたのだ。反発の声は信頼の声に変わり、今では社長として社員たちを引っ張っている。イモリがうちの会社に面接に来た日、俺はどうしても外せない仕事の用事があり、都内に出張していた。専務や他の役員に面接官を任せていたので、まさか彼が新しい課長として赴任してくるなんて、今の今まで知らずにいたのだ。履歴書の写真は小さいサイズなので、顔がはっきりとわからないし、イモリという名字はそこまで珍しいものではない。しかし、彼が転職してくると知っていたら、俺は彼を採用しただろうか。ところで風の噂で聞いたんだけど、君、前の会社でパワハラ問題を起こしたんだって？え？俺、お前が所属していた会社の社長と仲がいいんだ。それでパワハラで問題を起こして自主退職したって聞いたんだよね。そういう問題のある人材を採用するのはどうなのかなって悩んだよ。でも我が社は人員不足だったし、君はとても反省していたって聞いたから、今回課長として採用したんだけど、ちらりとイモリを見る。彼は俺が社長だと知り、顔を真っ青にしていた。先ほどの俺への態度を見る限り、反省しているようには見えないな。君って30年前からずっと変わらず、ゲスな人間みたいだ。違う。お前が社長と分かってたら、あんなこと言わなかった。君って、相手の立場を見て態度を変える人間なんだ。ますます信用できないね。そして俺はため息をつき、このことは役員会議にかけさせてもらうよ。イモリの顔色は青を通り越えて白に変わっていた。その後、俺から事情を聞いた役員たちはかなり悩んでいる様子だった。すぐに解雇するのは会社の対面的にも良くないし、採用する前にもっと慎重に調べておくべきでした。申し訳ありません、社長。いいんだよ。面接に参加しなかった俺にも責任があるし、まあ課長への就任は保留にしよう。で、もう一度募集をかけよう。その際は俺もちゃんと面接に参加するから。イモリには使用期間を設けて様子を見ることに決定。しかしその間イモリは何の成果も上げず、無断欠勤や遅刻ばかりを繰り返した。そして他の社員に対し、俺は課長になる人間だぞ。
とパワハラにつながるような言動をしたと報告を受けた。結局使用期間終了後にイモリは解雇。その後他の同級生から話を聞いたのだが、彼は金遣いが荒く、大企業に勤めていた時から常に金欠気味だったらしい。奥さんに生活費をろくに渡さなかったので、経済的 DV が認められ、慰謝料を請求されているとのこと。うちに転職してきた時点でそういった問題を抱えていたらしい。必死になって正社員の口を見つけて再就職し、うちの会社に拾われたのだ。しかし解雇となった今、バイトをして食いつないでいるとか。一方俺は今日も今日とて一生懸命社長業に励んでいる。昔は父親のために必死で働いていた俺だけど、今は社員たちのために働いている。これからも俺はこの会社に勤めてくれている社員に報いるため、ひたすら努力を続けていくだろう。